下の方に立っていい。横の方に。結構悩みながらつついちゃいますよ。どっちだろう。あれ？どっちや。お？こういうこと。じゃあ、わかんない。おお、それって上と下ってどういう？16滝のモンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モンさんのじゃあ横回転っていうのはどういうタイプの横回転ですか？普通、非常に普通の横下。横下。横下横あ、横下モンさん的なその横下横上の使い分けとかすごく気になります。単純で横下、横上。もう今の卓球言うと短いボールを逆に狙われるじゃないですか。はい、もう逆に思い切り長いなんですよ。ああ。もういいから打ってくれ。打ったら考えや。なるほどなるほど。有本がこの前長経過に勝ってたの最後のボール。ほんの普通の長いボール一本投げて。で長経過空振りやる。そうですね。逆にその今長いラブスの方が効く短いより。なるほど。キーポイントはここに横回転の速いやつを覚えようっていうことです。そうです。もう相手を持ち上げさせてからもう考えて。ちょっとはい。で横下いい。まあ速さが速いですね。速くなると逆に狙われるからね。でそこで回転を変えていって上の方に。上でしたね。乗りましたよ。で上の方。上だ。で普通に変えていったら。気づいた時にもう間に合わないですよ。そうですね。こっちに来てる時にもう長くて速いから間に合わない。そうなんですよ。反動出たところでもうボールが触っちゃうんです。気づいた時に当たってるっていう。やばい。横へでも速いから当てると落ちるときもある。そうですね。それって上と下ってどうやって使い分けてるんですか？基本的にヘッドの下でボールの側面の下に切ると横下になります。そうですね。でヘッドのラケットのちょっと上、ヘッドここは下、ちょっと上の部分で切ると、持っていく切っていくと横上になりますよね。これ横上。本当だ。上がった。でここ横下ヘッドで切ると横下。でラケットのちょっとの上の部分で切ると横上になる。単純シンプル複雑ではなく下上で切るときにボールの横側面下に切るの方とこれは横下に行くでラケットの上の部分ではボールの真横側面に引っ張ってあげると横上になりますね。でこれをだいたいフィンドを入れるとこういうことです。上回転でもこのフィンドをかけると上が遅かったです。分かりづらいですね。気づかったの。いや、わかんない。結構悩みながらつついちゃいますよ。どっちだろう。あれ？どっちや。この当たる瞬間の速さで、まあ中国語で言うと突然性。突然性。突然。突然に下の方に切る。突然で上に切る。で、そのフィンドをかけると大体相手分かりづらい。迷った瞬間でミスをさせるという。やばい。下が。遅い。気づくわ。これ上だ。分かった時点ではもう。分かった瞬間にもう上だって書いてくるの。分かんない。こうやってなんかフェイクされるとなんかこれインパクトが分かりづらいですね。上にフィンドさせてもいいし、そのまま例えばね、このまま台の下の方にそれも細かい。台の下の方に外れます。これ上、下、上だ。切ったままで下ろしても構わない。それぞれ選手の習慣、得意、特にペンの選手はこのまま一番やりやすい。
には切ったら下に下ろい。あ、やばいし、めっちゃいいじゃん。す。切ったらめっちゃ上。遅い切るの。で今2面やるじゃないですか。はい、そうですね。このままで裏の方でやばい。やばい。フォア前行くのめちゃめちゃ短くするので。そうですね。やばい打ちやすそうですね。そうです。で、切ったらシャン。で、手首柔らかい人になったらもうあバックホームの方に持っていく。バックホーム行くと巻き込みサービスの角度と全く一緒になるので、2面で行くとこのままバックホームの方に持っていく。で、相手が判断しづらくて、そのままいいですね、確かに回転。これが非常に単純シンプルの横下、横上のサービス。シェイクでもペンでも同じ方法で同じフィールドで出せます。逆にペンの方は出しやすい。で、ペンの方今2面みんな大体使ってるから、この2面の方のサービスを入れた方が絶対せっかく貼ってるので読みづらいですね。出しやすい。読みづらいです。しかも同じの角度のままでこの構えのままで横だと、そうですね、こっちもあります。ここにいるからこっちもありますね。そうです。そうすると同じ範囲で来ると結構怖いです。自分だけのサービスになります。こういうことをやっている人があんまないので、同じのフィールドで当てる時だけを変えていく。やばい、危ない。そうすると試合の展開がもっとうまくいく。気づいたとしても次チャンス来るからね。そうですね。やばい、これが遅い。あ、ほし。長く早くのはポイントですよね。ああ、やっぱそこなんですね。おお。フィンドを上げることが大事ですね。フェイント入れると本当に分かんないです。うわ、やばい。で、これシェイクの方で、ペンでもこのままでいける。詰まっちゃうと、そのままパターンで落ちてしまう。そうですね、落ちちゃいますね。この長さの速さで効きますよね。突然性。はい。そうです。当たる瞬間のこの速さ。はい。やっぱそれがいい。突然性を出していくのが一番。最初は力むっていうよりかは当たるときに。そう。これが速さの人。そうです。このラケットボール当たる瞬間のこの速さ。お、速い、確かに。この速さ。当たる瞬間のこの速さ。この速さがないと相手の方が分かりやすい。確かにそうだ。この速さがポイントですよね。もし当たる瞬間はこれだけだったらもうバレバレです。当たる瞬間、この速さが下の方に走っていい。で、横の方に走っていい。すごい。そこの当たる瞬間の突然性の変化の速さ。このまんまストレートの方にそのままに回転します。このままできる。このインパクトの突然性、このままでこのまま回転で相手を少し判断を遅らせても自分の攻めるチャンスになる。この当たる瞬間の突然性。じゃあこの突然性はいくつあるんですか。一つ回転のチェンジの突然性、コースの変化の突然性の2つの突然性ね。そこがポイントですよね。なんかその2つを使うと普通に切るのは誰でもやってます。ただ私のこの速さ、この突然に上、突然下、これなんです。そうで、これ練習の方がどういう練習方法を言ったらいいですかわからないんですよね。そうですね。まあパッとピンとこないですよね。なんかそうですね。サーブ練習だけしてる人からするとちょっとどうしたらいいか分からない。そう、例えば単純に誰でも強くするようにそう単純に誰でも練習の時にタオル持ってるじゃないですか。はい。タオル。この手首が当たる瞬間の速さを使っていくと、音が出るとインパクトが強い。音出ない。遅い。で、この音を出す、速さを出すには、当たる瞬間のこの速さ。イ
ヘッドで切ると、違うじゃん。で、崖のちょっとの上の部分で切ると、おお、本当だ。上の部分。単純に。お、わかんない。こうやってなんか。下の方に行っていい。横の方に。得意、特にペンの選手はこのまま一番やりやすい。切ったら下に下ろす。もし当たる瞬間はこれだけなの。悩みながらつついちゃいます。どっちだろう。あれ？どっちや。お？じゃあお前、わかんない。このまま書いてます。で、相手が打った瞬間でミスをさせる。やばい、下が、遅い、気づくわ。これ上だ。遅い。分かった時点ではもう。分かった瞬間にもう上だって書いてます。こんな感じ。お、分かんない。こうやってなんか。下の方に行っていい。横の方に。動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。